こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は久しぶりの新作機 FEI シオング FX816P38 ライトニングをお送りします。本機はフライベアー FX シリーズを引き継ぎ、新しくフェイシング、日本語で飛び熊というブランド名を冠したブランニューの新作機。本機のモデルベースは欧州戦線の中盤において多大な戦績を残したロッキード P38 ライトニング。2つのエンジンを双胴に搭載し、キャノピー部を機体中央に独立して配置する個性的なシルエット。個性的なのは外観だけに限らず、当時、ほぼ全ての戦闘機が操縦桿による操縦であった中、旅客機や爆撃機といった大型機の装備だった操縦輪を採用するなど、初めて戦闘機を開発する旅客機メーカー、ロッキードらしい設計も個性を際立たせていました。この P38 は欧州戦線だけでなく太平洋戦線にも投入されましたが、序盤の戦績は惨々たるもので、格闘戦において圧倒する0戦からは、ペロ8と呼ばれる始末。これは、ペロッと食べるがごとく撃墜が簡単な38という揶揄で、完全にカモ状態を意味しています。しかし、操縦法によって倍化した航続距離に加え、本来優れていた高速性、加速性、急降下性能といった機体特性を生かし、一撃離脱という戦術を用いるようになってからは、劇的に撃墜対非撃墜比率が改善し、最終的には戦績が逆転、多くの撃墜王を生み出しました。また、本機は有名人と多くの因縁を持つ機体でもあります。星の王子様の作者、サンテグジュペリは、本機の偵察型機搭乗中に撃墜され、大日本帝国海軍司令長官の山本五十六大将を乗せた一式陸攻撃機を撃墜したのも、この P38。それは、大西洋単独無着陸横断を果たしたチャールズ・リンドバーグが提唱する、低燃費飛行がもたらした2倍の航続距離によって迎撃作戦が可能になったことなど、様々な史実が本機を中心にしてつながる不思議な因縁を持っているのです。さて、そんな P38 をモデルベースとした本機は2チャンネルコントロールのマイクロ機で、制御される双発モーターは左右逆回転することによりプロペラの反転トルクを打ち消し、それぞれの独立した出力コントロールにより左右旋回上昇下降を行います。本機はトイラジコンに分類されるセミスケール機で胴体や主翼を含め全体を EPP で製造されています。この EPP という発泡素材は原料のビーズサイズの関係から細やかなディテール再現が困難、体積あたりの重量も大きいため、どうしてもスケール機などの製造は不向きなのですが、低いコストと耐破断性の高さから小型の空物 RC やトイラジに多く採用されている素材です。本機においては EPP が苦手とする細部の再現性にはこだわらず、全体のシルエットを大切にした造形になっています。カラーリングは米空軍の銀基調ベースで一般的な欧州戦線カラーのインベージョンストライプですが、主翼は白黒パターンではなく黄黒であり、いわゆる工事車両パターンという不思議カラー。このあたりはカラーリングに込められた思想や意図を理解せず、見た目のコピーのみに注力する中国製らしい作り。もっとも、所詮トイラジ、そこまでこだわる必要なし、と割り切ってしまえば、気になることでもありません。
言ってしまえば、雰囲気美人なセミスケールトイラジなのですから、細かいディテールには目をつむり、落ちても壊れても痛みの少ない激安価格帯のトイラジコンであることに感謝をしたいと思います。モーターとジャイロのテスト。本機は左右モーターの出力コントロールにより旋回昇降を行う2チャンネル機です。右プロペラが吹っ飛んだ。本機からシリーズ初の3枚プロペラなんですが、軸穴径が微妙に緩くすっぽ抜けちゃうようなので、抜けた右プロペラの軸穴に瞬間接着剤を流し込んで差し込み、テスト再開です。本機は左右モーターの出力コントロールにより旋回昇降を行う2チャンネル機です。右にスティックを倒すと左モーターの出力が上がって機首は右を向き、反対に左へ倒すと右出力が上がることで機体は左旋回します。搭載されるジャイロは両変化のみ補正する一軸のようで、外力が加わった時だけ補正するポリシー。ジャイロ付き FX シリーズ共通の受信機なのだと思います。スペック。重量は実測で 47g。ほぼスペック通りの重量ですね。飛行テスト。ご報告。同チャンネル管理人在住の千葉は、台風15号による暴風災害で、停電、断水など、多大な被害がありました。現在は、一部の停電以外は復旧しましたが、人手不足から、ライフライン以外の公共施設、設備の復旧は後回しになっており、公園などは、多数の倒木が確認されていますが手が回っておらず、立ち入り禁止状態で、作業が進んでいません。当チャンネルで利用させていただいている公園も例外ではなく、多数の倒木が手つかずで、立ち入り、施設利用が制限されている状態、飛行テストを行える環境ではないと判断しました。2週間待ちましたが、回復には時間がかかるそうなので、本動画はここまでで公開いたします。飛行環境が整いましたら、改めて飛行レビューを制作、公開しますので、ご容赦いただきたく存じます。